皆さん、こんにちは。今日はお母さんたちと一緒にキーウの中心の散歩しながら過去3年間でこの街がどう変わったのかを見ていきます。まずは地下鉄からスタート。キーウの地下鉄は日本とは随分違います。特に深い場所にある駅が多くてエスカレーターも長い。日本では左側に立つのが一般的ですが、ウクライナではそこまで厳しくなく、みんな自由に立っています。駅ごとにデザインが違うのも面白いところ。例えば、シュラウスカ駅は労働と産業の進歩がテーマ。ホームには仕切りがなく、電車が来るまで線路が丸見えです。電車が来ました。乗り込みます。今日は改めて感じたのは、ウクライナの地下鉄はとっても賑やか。電話で話す人、笑い声、会話、静かにするのが当たり前な日本とはまるで違います。キーウの地下鉄は3路線。どこまで乗っても料金は一律8グリブナ。しかも戦争が始まってからも値上げされていません。さて、ここからは散歩で街の中心に向かいます。緑が多くて街並みも軽く感じます。最初に訪れたのは広い外観が印象的なウラジミール大聖堂。19世紀に建てられた歴史ある教会です。黄色は祝祭の色。灰色の街に希望の光を灯すような存在です。次はキーウ大学。ウクライナで最も権威ある大学で、世界ランキングにも入っています。
その向かいにはシェウチェンコ公園。2022年以降、詩人シェウチェンコの像は特別な防護構造で守られています。爆発や破片から守るための交付がされていて、外観には像の写真と説明が描かれています。公園のベンチには昔ながらのキーウのおばあちゃんの像も、1980年代の雰囲気をそのまま残していて、今も変わらずそこに座っています。この道を歩いていると3年前の記録が蘇ってきます。あの頃は街の喧騒の中で何気ない日常がこんなにも大切だとは思っていませんでした。でも今、その日常がどれほど貴重だったのかを痛感しています。街を歩いていると古い建物の美しさに目を奪われます。次はベサラブスキー市場。歴史ある屋内市場で地元の食材がたくさん並んでいます。実は私もまだ中に入ったことがなくて、今回も外から眺めるだけでした。そしてキーウのメインストリートクリスチャ地区へ。ここは商業と文化の中心として何世代にもわたって賑わってきた場所です。でも今は目にするものすべてが少し違って意味を持っているように感じます。市役所の建物にはエゾスタル・フリー・マリウポリ・ディフェンダーズの大きなバナー。マリウポリはウクライナ南東部の港町で2022年に戦争で大きな被害を受けました。このバナーはマリウポリを守った人々への敬意と祈りを込めた象徴です。最後に訪れたのはマイダン・ネザレズノスティ独立広場。ここには戦争で命を落とした方々への追悼の場所が設けられています。写真や旗、個人の持ち物が並び、静かに祈りを捧げる人々の姿がありました。私は誘いを控えました。その場所の重さに圧倒されて、胸が締め付けられる思いがしたからです。
街の景色は以前と変わらないように見えるかもしれません。でも空気の中には確かに変化があります。静かで美しい街並みの中に記録と祈りが息づいています。明日はまた別のルートを歩いてみます。次回もどうぞお楽しみに。